んにちは、ふたつきです。先日ダイソーで蝶々のシリコンモールドを見つけました。フレームっぽい形で中にオイルを入れてスノードーム風とかビーズを入れてシャカシャカにしたりできるやつです。こういうタイプの100均のモールドってやったことがなかったので挑戦してみます。100均でこのタイプのモールドを買えるようになるなんてびっくりですよね。セリアで見つけた蝶々のスパンコールを入れていきます。これもすごく可愛いです。しかもレジンだと使い切れないくらいいっぱい入ってる。キャンドゥで買ってきた色付きレジン液を使って簡単に作っていきます。では製作スタート。最初に枠の部分を作ります。シリコンモールドにミルキーパープルのレジン液を入れます。このレジン液はキャンドゥで購入しました。もっと不透明なパステルカラーなのかと思っていたんですが、色が薄くて透明感があります。100均のレジン液は出してみるまで色がわからないものが多くて難しいです。色見本が欲しい。全体に行き渡るくらい入れたら爪楊枝で気泡を取り除きます。モールドの隅に入った気泡は取れにくいので爪楊枝でかき出しておきます。気泡が浮いてきたらエンボスヒーターを当てて潰します。時間があったら暗い場所で30分くらい放置しておけば気泡はなくなります。ラメを入れていきます。今回はネットで購入したホワイトのラメとダイソーで購入したメタリックパープルのグリッターを入れてみます。レジン液の色が薄めだったので濃く見えるようにラメをたっぷり追加します。真ん中の部分にラメが落ちても後から取れるので気にしません。全体に広げたら硬化します。マスキングテープを使ってはみ出したラメを取り除きます。透明なレジン液を型いっぱいまで入れます。このモールド、空洞があるからそんなにレジンがいらないんじゃないかと考えていたらかなりたくさん必要でした。全体で8から 9g くらいは使っています。気泡を抜いて硬化します。硬化している間にレジンの蓋になるフィルムを準備します。セリアで OHP フィルムを見つけたのでこれを使います。 OHP フィルムに油性ペンでレジンの形を下書きします。レジンよりも 2mm くらい大きめに描くのがポイント。下書きの内側をハサミでカットします。もし必要な部分に油性ペンがはみ出してしまった時は除光液をつけたティッシュペーパーで拭き取ってください。 OHP フィルムはプリンターで印刷できる透明なフィルムです。100円で2枚入りはお安いです。セリアの推し活グッズコーナーに並んでいました。カットできました。硬化したレジンを型から取り出します。最初はモールドが破損するのが怖くてそっとやっていたんですが大丈夫そうだったのでぐいぐい外しました。モールドでできたへこみを埋めます。このモールドには一部へこみができるようになっている部分があります。このままだと穴が開いてしまうので透明なレジンであらかじめ塞いでおきます。穴に透明なレジン液を入れて軽く伸ばし硬化します。中の動くパーツを入れます。今回は蝶々のスパンコール、アナナシパール、バラの花のパーツを入れます。この蝶々のスパンコールは静電気で手にくっついてきて入れにくかったです。スパチュラとかで入れればよかったかも。中身が入ったら蓋をします。蝶々のフレーム部分に透明なレジン液を広げます。薄く全体に伸ばします。その上にカットした OHP フィルムを乗せます。軽く押さえて硬化します。飾り付けで使うデザインフィルムをカットします。これはだいぶ昔に手芸店で購入した蝶々のフィルムです。使いたい部分をハサミでカットしておきます。表面をコーティングしつつ飾り付けをします。
先ほどのせた OHP フィルムの上にたっぷり UV レジン液を出します。そこにカットしたデザインフィルムを埋め込むようにして配置します。フィルムを入れながらレジン液を伸ばすとレジンがこぼれにくくてやりやすかったです。表面がぷっくりするくらいレジン液をのせたら硬化します。硬化しました。かなり綺麗な形ですね。ヒートンを取り付けます。レジンにピンバイスで穴を開けます。キーホルダーの金具を取り付けやすいように羽の先につけることにします。穴が開いたら少し透明なレジン液をつけます。レジン液をつけておくとヒートンが取れにくくなって穴も目立たなくなります。ヒートンをねじ込みます。ペンチで固定しながらやるとつけやすいです。硬化します。キーホルダーパーツをつけます。ダイソーで購入したパーツがあったのでこれをつけてみます。付属のカニ缶をヒートンに取り付けたら完成です。すごく可愛い形の蝶々ができました。透明感があって可愛いです。振るとシャカシャカ音がします。我が家では娘が楽しそうに振り回していました。使う色によって大人向けのものも子供向けのものも作れそうなモールドです。100円ショップのフレーム型のモールドって耐久性がどうなんだろうと思っていました。実際に使ってみるとかなりしっかりしていて数回は使えそうです。デザインも可愛いし他のモールドでもやってみたいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。最後まで見てありがとう。チャンネル登録よろしくね。